コードショップ童貞の樋口拓郎です。中古はハウステクノ、クラブミュージックを中心に、新譜は実験音楽であったり、個人の人が作っている自主制作版みたいなものを中心に意識して取り扱っていくようにしています。開店はですね、2019年の5月で、ちょうど令和の初日、5月1日が開店の日になります。その前後にレコード屋を始める準備をしていて、年号が変わるっていうようなことになったので、じゃあ切りがいいのでそこに合わせてという形でオープンしました。もともとレコード屋で勤務してた経験もなくて、サラリーマンしていたんですけれども、大学卒業してから5年間ぐらいですかね。いろいろと考えることがあってサラリーマン辞めて、でレコード屋をやるっていうことも正直長年の夢だったというわけでもなかったんです。ただ一生続けられることを始めたいなと思って、自分もずっと一リスナーとしてレコードを買っていたので、このレコードを買うっていう趣味はずっと続いていくだろうなっていうような確信があったし、今ヤフーオークションでレコードを売るとか、ディスコグスでレコードを売るとかってしてる人もいますけど、どういう形であれレコードを売るっていう行為はずっと続けていけるものかなというふうに思ったので、そういう経緯があってレコード屋さんスタートしようと思って結構思い切って始めたような形です。今振り返ってみれば、結構ふざけたようなスタートで、この店は住居として貸し出されてた物件なんですけれども、もともと大家さんの方がクリーニング屋さんを1階でやってた。なのでちょっと引き戸になってて、道から見てもちょっとお店屋さんっぽい見た目でもあるんですけど、かなり安い家賃で借りられたので、スタートした時は自分のレコードコレクションを200枚ぐらいだけこの部屋の真ん中にポンって置いて、いろいろと準備を整えてスタートしたというより、全然店の手をなしてない状態からのスタートでした。店兼家、住居の家賃を考慮して、朝の9時から昼の2時までバイトをして、3時から9時まで開けるっていうことをずっとやっていて、仮にレコードが1枚も売れなかったとしても、バイトの収入だけで家賃と光熱費は払えるなっていう、そこの部分を担保した上でレコード屋を始めたような形で、実際初めの何ヶ月かは月の売り上げ数万円みたいなところからスタートしてます。多分ダンスミュージックと実験音楽っていう風に聞いてユニークなセレクションだなって思った方いらっしゃると思うんですけど、実験音楽っていうところとあとダンスミュージックの共通するところとしてちょっと語弊あるかもしれないんですけど、素人の人が作ってる音楽っていうところを一つ自分は大切にしていて、というのが例えばハウスとかテクノっていう音楽って音大を卒業した人が作ってる音楽っていうよりもサンプラーとかドラムマシンであったり、そういったもので自分の部屋で黙々と作っていて、そういう音楽的知識がない人とかが実はすごい世の中に知られてるようなビッグチューンを生み出してたりもする。そういうものって今となっては一つのジャンルとして確立したものでも、当初はすごく実験的な精神にあふれていたものだと思っていて、難解な何をやってるかよくわからないような音楽をそうイメージする人も多いと思うんですけども、大切なところはやっぱその精神とか取り組み姿勢だと思っていて、そういった今は世の中にまだないものをやろうとか、自分には知識がないけれども、音を出してみたいっていうような、そういうスピリットを持って活動している人たちとつながっていきたいとか、そういうものを意識して取り扱うようにはしてます。生まれも育ちも八王子なんですよね。大学卒業するまで基本的に八王子にいて、卒業してから就職をして八王子から5年ぐらい出たんですけど、サラリーマン終わった後に1年間ヨーロッパとかアフリカへ旅行に行ったんです。そこから帰ってきて実家に少しだけいて、店をやるとか自分で何かをやるって考えた時に、正直ちょっと東京都心部の人混みのとかちょっとスピード感とか、そこにずっといる自分を想像できなかったので、やはり自分が生まれ育った八王子っていう場所以外に他に別の場所でやろうっていうような考えは思い浮かばなくて、もう一つはレコード屋が密集してる渋谷の宇田川町に30軒あるうちの1軒のレコードとして存在するような形よりも、八王子に今レコード屋さんっておそらく中古こうやって普通に売ってるレコード屋さんってうちしかなくて、この街にレコード屋さんができてどういう影響が与えられたりするのかなみたいなところが興味があったっていうのが2つ目ですかね。
大学が確か30個以上ある。若い人はすごく多いんですよね。人口も政令指定都市になれるぐらいはありますし、なんですけどあんま一向に垢抜けない街というか八王子を少し知ってる人だったらぼんやり抱いてるイメージとそう変わらない街なのかな。でもなんかやっぱ近年働き方もリモートワークが増えたりとか、場所に縛られないような生活スタイルっていうのが増えてきて、そうなった時に八王子はやはり車15分20分走らせれば結構自然の中に行けたりとか、家賃も安いし環境がいいかなって思うので、私もその一人でもあるんですけど、都心部からこっち側に U ターンであったり I ターンみたいな形で八王子に来てる人がちょっと増えてるかなっていうような感じはします。レコードに最初に触れたのは大学生1年生の時です。私が平成元年生まれなんですけど、レコード世代ではないんですよね。でレンタル CD を MD に録音してそれをウォークマンで聴いてみたいなのが中高の音楽体験だったと思います。大学に入って学年でいうと一つ上の先輩が5人ぐらいのいつも溜まっていて、毎日横浜のディスクユニオンに CD を買いに行って、誰が新しい音楽をプレゼンできるかみたいなことをもう多分毎日やってるような、ちょっとオタクですよね。ナードな先輩たちに出会って、ジャーマンプログレッシブロックのカンとか知ってるとか、シカゴハウスって知ってるみたいなことを言われて、多分もう本当にスポンジのように新しい音楽の話を聞いて、かっこいいってなって、もうそれをなんかメモ取って、当時多分 YouTube とかもあったから YouTube で聞いたり、ディスクユニオン行ってそれを買ったりみたいなことをずっとやってた感じですね。自分自身も DJ もしてるしよく行ってますけど、シェルターっていう老舗のクラブ兼ミュージックバーがあって、そこがもう本当に八王子のコアな音楽シーンは受け皿になってるのはシェルターかなっていうふうに思います。いわゆるアバンギャルド、前衛音楽、クラシックから派生してるような前衛音楽とか、本当に奇抜な音楽やってるそういう実験系の音楽っていうのにハマったのは、八王子のシェルターに行き始めたのが私が大学にいる時で、そういう音楽って結構ある程度しっかりしたサウンドシステムとかで聴かないと魅力がわからないようなところもあったりして、シェルターに行ったことでそういう音楽がなんか面白いなって思い始めて、初めはちょっと背伸びして聴いてるようなところもあったんですけど、初め分かんなくてもちょっと頑張ってずっとその音楽聴いてると、なんとなく自分にこう檻の中に降りてくる瞬間みたいなのがあって、実験的な音楽もいつだったか具体的には覚えてないんですけど、節目があって本当に面白いなって思うようになったっていう。自分が新入社員で初め配属されたのが大阪だったんです。で大阪に行ってた時にモールミュージックっていうダンスミュージックのお店、あと波の花レコーズ、そこは新婦中心のダンスミュージックのお店ですけど、そこの2つのお店とかに行って、東京の結構割と大きなレコード屋さんとか学生時代あんまり行ったことがなかったんですけど、こういう感じでレコード屋あるんだっていうような雰囲気がそこにはあって、今のうちのスタイルにもちょっと重なるようなところがあるというか、家の一部でやってたり、波の花レコーズさんとかもなんか全然ここの棚だけしかないけど、それが常にこう入れ替わっている感じとか、そういうところにこう、インディペンデント精神も感じたし、大きいお店の縮小版としてのレコード屋さんではなく、小さいお店だからこそできるようなレコード屋としてのあり方っていうのを、大阪のインディペンデントレコードストアにかなり影響を受けました。こういうお店に来る方はやはり私がインターネットに中古のハウスとかテクノダンスミュージックを結構アップしてるので、そういう形で見られている方が一番多いんじゃないかなと。なので普段ウェブストアで買ってくれる方が八王子少し遠いのでそんな気軽に来れなかったりもするんで、どっかのタイミングで1日かけて来てくれて1日中掘ってってくれるみたいな方のパターンと、国内ではうちでしか取り扱ってないものもありますし、そういう珍しいレコードを探しに来てくれる方も結構いらっしゃいますね。一時期大分の別府からレコードのオーダーがいっぱい来てる時期があって、でそしたらある日青年が店に現れて、で今夏休み使って大分から東京に遊びに来てて、僕の周りでここのお店が結構話題になってますよみたいに言われて、別府出身だっていうので、じゃああの人たちだっていうのが分かって、彼もすごくここのお店のことを気に入ってくれて、そこから彼らが DJ として大分に私のことを呼んでくれて、その時に九州の知り合いにも声をかけて、軽自動車にレコード1000枚以上積んで八王子から九州
行ってツアーをして、行商しつつ DJ しつつっていうような感じで、今は毎年どっか行商 DJ ツアーみたいなものをやりたいなと思って、そういう活動をするきっかけになったってことで、その彼が印象に残ってる。じゃあ樋口さんにお店の中案内していただきます。お願いします。基本的に 80% ぐらい中古の商品になります。まずこの辺が中古の新着の商品ですね。ジャンル関係なく無差別に置いてあって、でここにちょっとディスコとかイタロディスコとかっていうのがあります。でここの壁は全部ハウスとテクノで、年代別アルファベット別に分けてます。2000年以前、2000年から2010年、2010年以降っていうような形で分けてます。こっちがハウスとかテクノの中でもなんかもう少しちょっと自分が細分化して紹介したいものを、ラリーハードとかロントレントとか主要なアーティストはアーティストごとに分けたり、重要だと思ってるレーベルはレーベルごとに分けたりしてます。あと7インチとかもこの辺にあるような感じで、ここにジャズとか、あと実験音楽とか、あと結構意外と売れるスチールパンコーナー。この壁の、上向いてるレコードが一応全部新品のレコードなんですけど、必ずしも新譜というわけでは最近でリリースされたものというわけではなくて、国内外問わずレーベルに直接連絡を取って全タイトル取り扱ってもいいかなって思えることが一つ自分の基準になってるんですけど、そこのレーベル全体をプレゼンできるようなので、新しい作品だけ買うんじゃなくて、そこのレーベルの過去の商品も全部一応買うっていう風にして紹介してます。ジャンルで一括りにできないような実験的な精神あふれるレーベルを取り扱ってるんですけれども、ちょっとその中でも自分の中でもうお店を運営する上でもすごく大事なレーベルとして、このカナダのマリオネットっていうレーベルがあるんですけど、自分が2019年にお店を始めて一番初めに連絡を取ったレーベルで、レーベルをやってるアリが自分と、年も同い年で、そういうところもあって結構意気投合して、去年そのアリと、ここにポスターがあるんですけど、そのマリオネットの見ないっていう他のリリースしてるアーティストとかも連れてきていただいて、ジャパンツアーっていうような形で私がキュレーションしてツアーをしたりしました。なのでただで作品取り扱うだけではなく、実際のなんか関係を築けられるようにっていう感じで努力してますね。ここはなんかよく最近で言うとエレクトロアコースティック、電子音楽と生楽器が混ざって、本当にここのレベル一言で言うと説明しづらいんですけど、ただなんか一つ質感に一貫性があって、実験的な精神もありつつ、ダンスミュージックとして捉えられるようなものも多少あるし、コメントする一枚がある。この見ないのこのジャケもどれもすごいかっこよくておすすめです。はい、ドイツのモジュラーシンセサイザーのアーティストですね。すでに有名なアーティストの作品をリリースすることよりも、まだレコードにしたことがないっていうアーティストのデビュー作であったり、友達として関係築いているアーティストの、今までヒップホップやってた人のアンビエントの作品だったりとか、ちょっと新境地になるようなものをリリースしたいと思ってやっています。これはタール・カーリーっていうアーティストで、こっちの童貞レコーズっていう名前でやってる方のレーベルはある程度ちょっとダンスミュージックみたいなものを意識したもので、ちょっと想定をシルクスクリーンで7インチのゲートフォードとか作ってみたり、自分なりにそうですね、工夫してやっています。であとは最近オフセンターレコードっていうミスプレスで中心がずれてプレスされちゃったレコードを再生した時にグニュグニュグニュっていう音が鳴ると思うんですけど、なんかその感じにインスピレーションを受けた、オフセンターっていう名前自体なんていうの、ちょっと中心からずれてる感覚が、普通の感覚がちょっとずれているようなレコードをリリースする、レーベルもやってます。これ第一弾リリース。これはイギリス人のアーティストの方なんですけど、もともと作ってるものもちょっと一筋縄ではいかないような作品を作ってる方だったんで、リチャード・スコットさんっていう人で、ベルリンでテクノロジーと音楽みたいなテーマで生徒さんがいて、教育機関で教えてるような方なんですけど、モジュラーシンセサイザーの設計にも携わってる方ですね。中もね、そうちょっと本当はラベル自体ずらしてプレスしたかったんですけど、それができないっていうことでち
ちょっとずれてるみたいなイメージです。レゲエのレコードとかで結構あるじゃないですか。生産とか結構雑だったからなっちゃってたみたいなやつがあるんですけど、そんな形で今そっちの活動にも力を入れてます。店内のものをやっぱ自分で作るっていうことを意識していて、それも先ほどお話しした素人が作ってるレコードっていうところにもつながるんですけど、やはりその DIY の文化ってカウンターカルチャーの中では歴史的にも大切なものだと思っていて、今いろんなものが簡単に手に入る時代なんですけども、自分の手を動かしてそれで作ってそれを使って販売していくっていうことをすごく意識してます。これを箱は全部自分で作ってて、棚じゃなくてこう全部箱にしてて、そうすると模様替えとかする時に結構無限通りのパターンができるんで、1年に1回ぐらいガラッと雰囲気変えたりとか。もう一つの理由は結構地方にレコード持って行商に行くんで、年に2回か3回ぐらい行きたいと思ってるんですけど、その時に車とかに積むのに一つの大きい棚だと難しいんで、箱だと分解して持っていけるっていうところで、これはマークオーディオっていう自作スピーカー好きな人とかの間では最近話題になってるやつだと思うんですけど、フルレンジのスピーカーで、これも自作で、厳密に言うとこの箱は上下左右は既存の箱を持ってきて、中の構造を自分でやったような感じです。あそこにあるものがいろいろくっついてますけど、部屋の角にあるもの、あれは音のために一応やってて、ディフューザーっていうんですかね、音が一つの場所にとどまらないようにいろんな方向に拡散してあげるっていう意味で、部屋のコーナー潰したりとか、ああいう拡散トラップって言われるものを作ったりしています。あとこっちのちょっと金属のオブジェとかもそうなんですけど、以前横にアーティストの方が住んでいて、でその方から譲ってもらったものを試作品として多分金属にする前にこういうものを作ってたんですよね。それをもう全部崩してプラスチックの袋みたいに入れてあったんで、それをちょっと自分なりに色塗ったりとかしてあそこにインストールしたような感じです。これは外にレコードの看板があって、そうタバコ屋の看板がリサイクルショップに売ってたのを買ってきて、でタバコのところを消してヤスリで、これ原画というかプリントした時ので、とりあえず何でもやってみようみたいなノリで。あともう一つ思ってたのが、芸術家の方、美術やられてる方って個展をやったりとかする方いると思いますけど、店を運営するっていうのはある意味毎日自分の個展をしているような考え方によってはそういう部分もあるかなっていう風な気づきがあって、ただレコードを並べるんではなくて、そこに自分らしさが加わるような形でレコードを並べられたら、商品の魅力だけではなくて、ここでレコードを探したいとか、ここでレコードを買いたいっていう風に思ってもらえるような場所になればいいなと思って、こういう形になりました。初めはもう本当正直お店としての手を成してないような状態でアルバイトもしてたしっていうのが、今はもう自分のことを養えるぐらいの商売として成り立つような形にはなってきて、それはすごく自分の中でも自信にもなってますし、ありがたいなって思ってる部分ですね。何かやってると新しいことをやろうとか、もっと良くしたい、売り上げをもっと伸ばしたいとかっていう気持ちとかってすごい出てくるんですけど、現状維持していきたいなっていうふうに結構思っていて、現状維持でいいっていうほど全然お金とかないんですけど、だけどあんまり多くを求めずに今やってることを確実にずっと継続していくってことがかなり大事かなっていうふうに思っていて、どっかのタイミングでこんな狭い7畳の店じゃなくてもう少し大きいところに移動したいなとかっていうような気持ちとかもあったりしたんですけど、今はその固定費とかが安かったりとかっていうことによって自分の中での不安材料が少なくて、より自分が好きなことができるっていうような部分があるので、同じことを淡々とやってっても当然見える景色が変わってくると思うので、そこからどういう景色が見えるのかなっていうようなことを一つの自分のテーマとして今考えてますね。レーベルを2020年にスタートさせて、で今まで7タイトル出して、なので計算すると1年に 1.5 枚いかないぐらいなんですけど、ちょっとそこを今スピードアップさせたいと思っていて、私はこだわって全部自分で流通させて、その流通会社とかさんとかを使わないで自分で海外の個人店さん
国内の個人店さんつながってそこに直接卸す。それって少しずつなんかネットワーク、友達を増やしてってるような状態で、それが今少しずつ実りつつあるなというふうに思っていて、で店の経営の方もそれなりに安定してきてるんで、レーベルの方は正直全然金銭的にはお金にはならないんですけど、そういうお金にならないことに活動に時間を割けるようになってきたので、このレーベルを通して自分がすごく目標にしてることは、自分はその素人の音楽というか、音楽的なすごい知識を持ってなくても人をこう感動させられるような音楽を作ってきた、そういう人たちにすごい自分も感動させられたので、周りの人に自分でもできそうだなっていうふうに思ってもらいたいなっていうふうに思って、それはなんかレーベルを運営することも、なんか曲を作ったりすることも初めはすごくハードルの高いように見えますけど、ちょっとだけお金貯めればできたりして、もっと自分も制作をしてみたいなっていうようなインスピレーションを与えられるようなレーベルにしていきたいし、自分自身もそういうような人になりたいなっていうふうに思ってます。